岩見沢市からこんにちは。今日はガイドブックの1ページ目には載っていない、でも地元民が本当は教えたくないと口を揃える激うまマイナーグルメを巡ります。かつて石炭輸送の拠点として栄えたこのエリアには、厳しい仕事を支えてきた甘いご褒美やスタミナ飯が今も息づいています。今回はかなり通好みなお店からスタートしますよ。それでは早速1軒目に向かいましょう。まずやってきたのは岩見沢で長年愛される老舗菓子店、金作屋本店です。創業は1903年、明治36年。120年を超える歴史を持つ北海道でも本当に貴重なお店です。そんな老舗の看板商品が岩見沢代表銘菓小節。道産小麦で丁寧に焼き上げた筒状のバームクーヘン、その中に十勝産小豆の自家製粒あんがたっぷりと詰まっています。一口食べるとほのかに香るバター、しっとりとした生地に上品な甘さの粒あんが溶け合います。和と洋が絶妙に重なるこの味わい、甘すぎず気づけばもう一口食べたくなる美味しさです。そして地元通なら見逃せないのがこちら、拳の周りともいえるバームクーヘン部分だけの商品。このボリュームで300円。生地そのものの美味しさを楽しめる知る人ぞ知る一品なんです。さて次は岩見沢でここを素通りするのは不可能とも言われる天狗まんじゅう本舗です。創業は昭和29年。岩見沢市民のソウルフードとして長年愛され続けてきました。看板商品の天狗まんじゅうは白、茶、ピンクの3種類。ふっくら生地の中にこしあんがたっぷり。どこか懐かしくて1個では終わらない味です。でも通な方にぜひ食べてほしいのがこの肉まん。一口かじると皮のほんのりとした甘さ、その後に広がるピリッとした辛さの肉のうまみ、甘さと辛さが重なり合うこのバランスがたまらないんです。蒸したてをその場で頬張るのが岩見沢スタイル。地元に愛され続ける理由がこの一口でわかります。ちなみにここのソフトクリームも隠れた名物。まんじゅうの締めにぜひ。さて北家老は皆さんご存知ですよね。空知発祥の有名菓子店北家老といえば観光客にもよく知られる存在。でも空知でそれと同じくらいここのお菓子じゃなきゃと愛されているのがお菓子の本田です。北は深川市、南は岩見沢市まで、地元民にとっては特別な日の定番。今回の観光客は知らない激うまグルメ企画にまさにぴったりのお店なんです。お菓子の本田といえば何といってもリンゴ。中でも絶対に見逃せないのがこの焼きたてアップルパイ。実はこれ店頭販売限定、しかも消費期限は当日限り。発送できないだからこそここに来た人だけが味わえる究極の現地限定マイナー激うまグルメなんです。中には大粒のリンゴがゴロゴロ。一口食べるとバターの香ばしさがふわっと広がり、
その後にリンゴの爽やかな酸味、甘いでも重たくない、最後まで止まらない、人気のリンゴロマンをお土産に買いつつ、焼きたてアップルパイをその場でサクッといただく、これが空知を満喫する2の楽しみ方。どのお菓子もケーキも妥協なし、少しだけ贅沢、でもちゃんと理由がある。本当に美味しいスイーツをまだ知らない人にぜひ一度味わってほしい名店です。さて次に紹介するのは北海道最大の歓楽街、札幌すすきの。実はここにも地元民が夜な夜な吸い寄せられる最高の中華まんがあるんです。やってきたのは海鐘楼。創業30年以上、すすきので飲んだ後の締めやお土産といえばここ。そう言われるほど圧倒的な支持を誇る名店です。岩見沢の天狗まんじゅうが故郷の味なら、こちらは眠らない街のスタミナ味。一番人気は特製豚まんブレンド醤油。ふわふわの軽い生地を一口かじると、中から肉汁がたっぷり、濃厚なあんがじゅわっとあふれ出します。夜の体にしみるこのコク。そして海鐘楼のもう一つの魅力が、3ヶ月に1回ほど入れ替わる期間限定のメニュー。極上ピザマンなど、ここでしか出会えない変わり種も登場します。キリッと冷えた札幌の夜空の下、湯気を立てる熱々の豚まんを頬張る、これがすすきの流。地元民は手軽に、そして少し贅沢に夜の街を楽しんでいるんですよ。すすきのから少し足を伸ばしてやってきたのは札幌ファクトリー。広々としたアトリウム、開放感あふれる吹き抜けの地下1階にいつも行列が絶えない一角があります。それが中華まんじゅうの店、聖華楼札幌ファクトリー店。岩見沢の天狗まんじゅう、すすきのの海鐘楼と同じく、こちらも地元民に長年愛され続ける人気店。買い物のついでに、あるいはこれを目当てに気づけば人が吸い寄せられていきます。今回いただくのは不動の一番人気辛味噌。見てください、この圧倒的なボリューム。もっちり厚みのある生地の中には特製味噌で味付けされた具材がぎっしり。一口目はガツンとくる味噌のコク、そして後からじわっと広がるピリ辛。タケノコのアクセントが実に美味しい。岩見沢の肉まんが刺激的な辛さなら、こちらは深みのあるうま辛。この絶妙なバランスが札幌っ子の胃袋を掴んできました。レンガとガラスに囲まれた開放的な空間でほかほかの中華まんを頬張る、これこそが札幌ファクトリーを 120% 楽しむ地元流の過ごし方なんです。札幌から車でおよそ1時間、やってきたのは空の玄関口、千歳市。ここで1949年の創業以来、地元の人々と共に歩み続けてきたのが森本です。パン、和菓子、洋菓子、とにかく種類が豊富。店内はいつも美味しいものを探す人で賑わっています。まずご紹介するのは、誕生から50年以上愛され続けている雪鶴。その名はかつて千歳の空を舞っていた鶴の美しい風景から。地元の情景を銘菓に託した職人の思いが詰まった一品です。命とも言えるのがバター。四つ葉乳業のバターを 100% 使用した特製クリームはコクがあるのに後味は驚くほど軽やか。
物石樹のハーモニーは新千歳空港のお土産ランキング常連も納得の美味しさです。そして森本の代名詞といえばハスカップジュエリー。北海道の希少な果実ハスカップを宝石のようなスイーツへ昇華させた傑作です。甘酸っぱいハスカップジャムを滑らかなバタークリームでサンド、さらに両端をチョコレートでコーティング。一口目はバターのコク、そして爽やかな酸味、最後にチョコレートが優しく包み込む。繊細なクッキーと重なり合い、まるで小さなケーキを食べているような贅沢感。でもこのお菓子の魅力は味だけではありません。人手不足の農家を社員自らが手伝い、売り上げの一部は自然保護活動へ。生産者と消費者をつなぐ架け橋としての存在。伝統を守りながら北海道の農業と自然を次世代へつないでいく森本のお菓子がこんなにも優しい味わいなのは、きっとその深い愛情が詰まっているからなのでしょう。さて続いては洞爺湖温泉の顔ともいえる名店若狭芋本舗です。北海道土産の定番としてあの黄色いパッケージを一度は目にしたことがあるはず。でもこの若狭芋、実は原材料に芋を一切使っていないってご存知でしたか？創業は1930年。当時さつまいもが育ちにくかった北海道で、開拓者たちに故郷の焼き芋を食べさせたい、そんな創業者の熱い思いから生まれました。芋を使わずどうやってあのホクホク感を出すのか。その秘密は往復豆で作る白あん。さらにさつまいも特有の繊維を再現するために細かく刻んだ昆布を練り込んでいるんです。表面には卵醤油を塗り、こんがり焼き上げる。芋よりも芋らしく、まさに北海道の開拓精神が生んだ唯一無二の銘菓です。そんな若狭芋をさらに贅沢に楽しむ方法があります。それが芋天。若狭芋を丸ごと天ぷらにした驚きの一品。これがめちゃくちゃ美味しい。サクッと甘めの衣、熱で風味を増した白あん。揚げることによって香ばしさと甘さをぐっと引き立てます。これはもう別のお菓子。特におすすめなのが若狭芋本舗洞爺湖本店。ここでは職人が目の前で揚げてくれる実演販売を実施。揚げたて熱々をガラス張りの店内から洞爺湖の絶景を眺めながらいただく。消費期限はわずか2日。だからこそここに来た人だけが味わえる究極の地域限定グルメなんです。そして伝統を守りながら進化も続けています。若狭芋に次ぐ人気を誇るのが北海道あんポテト。こちらは逆に本物のさつまいもをたっぷり使用。北海道産の生クリームとバターを練り込んだ滑らかなさつまいもあんでしっかりと小豆あんを包み込みます。和と洋が溶け合う濃厚で上品な味わい。個包装で配りやすく、お土産としても支持を集めています。次は道民でもほとんど知らないであろう清月です。十勝の入り口清水町。ここ清水町には全国でも珍しいある呼び名があるのをご存知ですか？実は大工の町として知られているんです。昭和55年、町に文化会館ができたことを記念してベートーベンの交響曲第9を大合唱。その時の歌うものと聴衆が一体となった感動と涙を語り継ごうと、清水町では今もその精神が息づいています。そんな町の歴史をそのままお菓子にしたのが今回ご紹介する清月の看板商品。その名も大工の町清水です。道
見てください、この贅沢なトッピング。大工の名にちなんで世界中から集められた9種類のナッツが使われています。そこに地元産のフレッシュバターや卵、ビート糖を加え、郷土色豊かに焼き上げられたまさに食べる名曲。一口かじればナッツの香ばしさとバターの風味がまるでオーケストラのように口いっぱいに広がります。さて、この清月、贈答用のお菓子も素晴らしいのですが、地元民が普段着で買いに来る本当の楽しみが別にあるんです。それがこちらのワッフル。2代目社長がこれはあくまでおやつ菓子なんですと語る通り、1969年の創業以来、安くて美味しい子供たちが気軽につまめる味を守り続けてきました。実はこのワッフル、今や十勝の多くの菓子店で見かける定番スタイルなのですが、その火付け役になったのがこの清月だと言われています。まさに十勝ワッフルの先駆け的存在なんです。こだわりの生地には十勝の新鮮な卵をたっぷり使用。粉の混ぜ具合を繊細に見極めることで生まれるふわふわ感と、専用機器で焼き上げた後に少し寝かせることで生まれるしっとり感。この絶妙な食感の生地の中にたっぷりのクリームが絞り込まれています。背伸びしすぎない、でも一口食べれば確かな幸せを感じる職人の技。清水町の過去と未来が優しく包み込まれています。歴史を感じる大工を手に取りつつ、このワッフルを頬張る。これこそが十勝清水を満喫する通のひとときなんです。岩見沢の歴史をつなぐバームクーヘンから、十勝清水の空気を包み込んだふわふわのワッフルまで、今日ご紹介したのはどれも派手な広告やガイドブックにはあまり登場しないものばかりかもしれません。でもその一つ一つの中には厳しい冬を乗り越えるための甘い知恵、そして開拓時代から続く誰かを喜ばせたいというまっすぐな思いがぎっしりと詰まっていました。北海道の本当の魅力は有名な観光地を線で結ぶだけではきっと見えてきません。街の泊まり木のようなお店に立ち寄り、地元の人と同じ空気を吸って同じ味にふっと頬を緩める。そんな瞬間こそこの土地の温度が宿っているのだと思います。次に北海道を旅するときはほんの少しだけ遠回りを。そこにはきっとまだ誰も知らないあなただけの激うまグルメが待っています。さて、今回の北海道マイナーグルメ巡りいかがでしたか？ここも美味しいよ、あのお店のこれが最高、そんな地元ならではの情報があればぜひコメント欄で教えてくださいね。紹介したお店の詳細は概要欄にまとめておきます。この動画が美味しそう、北海道に行きたいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。